now I'm having a second coffee of the day. 今日はやっと今までの動画とか、あとは Twitter とかでもたくさん聞いていただいた私がどうやって英語を勉強してきたか、あとはどういう環境を今作って上手くなろうとしているかっていうのをご紹介します。まず私は海外経験ゼロだし、外語学校とかそういうところにも行ったことがないし、あとはもう、辛い勉強も苦しい勉強とかもやったこともないけど、どうやってここまで話せるようになったかっていうのをお話ししたいと思います。って言ってもまだ全然完璧じゃなくて、全然 100% にはまだ程遠いけど、ここまで何をやってきたか、そして気をつけてること、普段の生活で気をつけてることをご紹介します。参考になりますように。まず私が一番最初に英語に興味を持ち始めたのはディズニーのハイスクールミュージカルが大好きだったこと、あとは、ディズニーの音楽 Part of Your World とか The Whole New World とか大好きだった。でそれを、和訳してみたりっていうところからどんどん英語に興味を持ち始めました。でも中学校と高校の英語はそこで習ったことは頭にちゃんと入れるようにしました。その基礎があって今またどんどんそれに積み重ねて練習をしている感じです。なので何か今特別な勉強を必死にしてるとか、その中学校、高校の後にまた新しく勉強し始めたとかっていうのはないので、きっと誰にでもできるって思うので、楽しく聞いていただけたら嬉しいです。じゃあまず早速大きく分けて私がやったこと、やっていることは4つあります。1つ目は見る、聞く。2つ目は書く。3つ目が環境づくり、英語に触れる環境づくり。4つ目が会話。ぜひ最後まで。話してるとすごくテンパって自分が何話してるかわからなくなっちゃうので、ちょくちょくノートを見ます。ごめんなさい。はい。でその勉強法4つあります。はい。最初に言っていたまず1つ目、見る、聞く。これはね、もうずっとやってること。もちろんさっき言ってたディズニーの音楽とか、もう聞きすぎてもう歌詞何もわからないけど、なんとなく、口の動きとか、耳で聞いたことをそのまま言ってみて、歌詞とかぐちゃぐちゃだけど英語になれるっていうのから始まったかなって思います。海外の動画を見ながらどうやって発音するかとか、どういう風に英語って省略したりするじゃないですか。だからどういう風にそれをみんなやってるのかなっていうのを、ディズニーのやつだったらその役になりきって一緒に話してみるとか、ちょっとやってみよう。はい。例えばアリエルだったら真似をするとかJust don't see things the way he does. You see that? Not if she knows what? How much you really love her? Of course she does. He loves me. こんなシンプルな文章でも繰り返し真似していったら、シンプルだからこそ後から思い出しやすいし、実際に会話をしたい時にも思いつきやすくなる。簡単なことから始めるのが一番長続きもすると思います。今現在進行形でやってるのは、これも楽しくやってることだけれど、毎朝起きたらすぐ外国の Vlog を見ます。たくさん、それをつけてて普通に自分の癒しにもなるし、あとはその文化とかを見れるのも楽しいし、なぜかモチベーションにもなるんですよ。それも環境にもつながることだけど、朝起きてからもう耳から英語をどんどん入れていくような感じです。でもこれはもう自分が興味のあるものを
見るのがとってもいいんじゃないかなって思います。なんかすごいこう昔の白黒映画とか、あとは、なんか難しい専門用語がたくさん出てくるようなものとかはちょっと難しいというか、頭に入りづらいのかな。なので私はできるだけ新しい英語、今使われている英語に触れられるように、そしてできるだけカジュアルなものの方が使えるかなと思って、なのでVlog とシットコム系、あとはそう海外のバラエティ番組みたいなのも YouTube で検索してるといっぱい出てくるので、それを見まくったりしてます。もちろん映画ドラマっていうのはもうずっとインプットインプットインプットで、それをもちろん楽しく続けていたら多分自然と耳も英語に慣れてくるし、もちろん知っている単語がいくつかあるはずなので、中学校で習ったやつとかで、そういうのを聞いてたらどんどん英語に慣れて話すのも楽になると思います。2つ目、書く。私の場合はもちろん歌詞を自分でもすんごい暇だった時に、ディズニーの歌詞を書いて、こういう単語だったんだ、ちょっと間違って発音してたなとか、そういうのに気づける。なので歌詞を自分にノートにこう書いてみたりいます。あとはそうインスタのストーリーとか投稿も、英語でやることが多い。でそういう時にはこう検索ページからすごい素敵な写真を載せてる方のキャプションを見て、なんていう風に書いてるのか、どういう風に書いたら自然に聞こえるのかっていうのを、自分なりに見つけて自分でアレンジしてみたりしたストーリーに載せることは、いつもやってます。それでちょっと嫌な目で見られちゃうかもしれないとか思ってたし、思うこともあるけれど、自分の人生だし、どう思われるかよりも自分の言語力を上げてもっといろんな人と関われるようになった方がいいし、そうやって思う人はそうやって思う人だから、自分はで世界が広がるから、そういう新しい人とどんどんつながって自身につなげて繰り返していけば全然いいんじゃないかな。前向きに考えてます。あといつもこのノート、何でもいいけど、何でもいいけどノートを持ち歩いていって、例えば仕事が終わったり学校が終わったり、あとなんか歩いててすごい気分が落ち込んじゃったり、逆に何か思いついたりした時に何か書かないと忘れちゃうっていうことあるじゃないですか。でそういう時にこういうノートに書くんだけれど、これを全部英語で書くと、例えばこの間やった動画の Taking myself on a date の時にどういうことをやろうかとかっていうのをこうバーって書くのも英語、あと日記も英語で、日記を書くとしたら英語で書いたり、1日のトゥードゥーリストも英語で書いて、意外と書くことでこの文法って意外とちょっと不自然かもって気づいたり、それで調べて正しいのが分かって、で次から使えるようになっていったりって繰り返して、っていう感じで、これが2つ目の核でした。次が環境づくり。3つ目、環境づくりで、これが多分一番私がやっていて効果があったっていうか、これが一番大事じゃないって思ったこと、本当にたくさんあるけれど、私が普段今もやっていることは、自分が触れる映画とかドラマはほとんど海外のものだったり、あとはスマホの設定は英語にしていたり、あとはそうだな、買う商品とかも海外製のものをわざと買って、栄養素とかっていうのも英語表記だから、そういうのでこうどんどん慣れていくっていう流れを作る。そして私はすごいもうとにかく自分で独り言を言う、家にいる時は本当に独り言は全部英語で言うので、何が起こってるIt's so hot. It's so hot today. とか Oh, my battery is dying. とか、なんかもう何でも、I'm starving right now.
What should I eat? I don't wanna do anything today とか、もうとにかく考えたことを、今起こっていることっていうのも全部英語で独り言あともう一つ、外にいる時実はできるんですよ。これもすごく頭がおかしいと思われるかもしれないけれど、電話するふりです。例えばこれリモコンだけど、なんか「Oh hi, how are you doing? How was that date? Was she... oh」みたいな感じで、もうプリテンドだから私をもし街で見かけて英語で電話してたら 99% それはフェイクで、はいそれはもう間違っててももちろん OK、 間違えるものだと思います。私喋ってることで口が慣れていくから、間違いは後で直せばいい。とにかくアウトプットすることが大事じゃないかなと思います。Finally、 4つ目の英会話力っていうのは多分実際に話さないと上手にならないので、私がちょっとあれですけど都会の出身ではないので、外国の方と関われるようなその英会話カフェとかっていうのがなかったから、とにかく自分で海外のお友達をたくさん作れるように自分で探しました。例えばカフェで隣になった海外の方とか、お散歩してる、急いでなさそうなってお散歩してる海外の方とか、知らない方だったけど話しかけて友達になってっていうのをもうたくさんやりました。ガーナの友達もフランス人の友達もアメリカ人の友達もいろんなアクセントがある英語を聞くことができました。海外のその友達とばっかり遊んでました。でもそうやって自分から話しかけるのってすごい勇気がいる方もとっても多いと思うし、ちょっと危ないかもしれないから、あと私がやったのはさっきも言った通り英会話カフェみたいなのがなかったので、その時仙台にいたけれど東京の英会話カフェ、そのためだけに東京に来て、でもうそこでいっぱい会話をして、もちろんそのプロというかその英会話カフェっていうのを分かっている海外の方だから、こっちがあんまり得意ではなくてもすごいオープンマインドで優しく話してくれる、すごいパッションがあったから、とにかく検索してインスタとかでも調べたらいっぱい出てくるし、もうそれも4年ぐらい前かな、大学1年生ぐらいの時だったけど、その時に出会った友達とはもう今も友達だし、私は英語を学んで彼女たちには日本語を教えてってウィンウィンの感じで仲良くしてるので、そういう英会話カフェっていうのを積極的に探して行ってみるっていうのもありかなと思います。もう一つおすすめは、あんまり外にいろんなところに行くのはちょっと怖いかもしれないとか、あとはちょっと勇気がいるっていう方にはハロートークっていうアプリがありまして、それがとってもおすすめです。It's not sponsored but それはもう本当に言語を学びたい人の集まりで、海外の方は日本語を学びたいとか、私は英語を学びたい、ちょっと話して、この人は信頼できるなとか、ちょっと分かりやすいなとか話しやすいなっていう方を見つけたら電話もできる、Twitter みたいな使い方もできるし、だからこの文章が分からないとか、この文章の使い方は合ってるっていうことをたくさん私は聞きました。英会話パートナーになれそうな人っていうのをそこでどんどん見つけてインプルーブできるんじゃないかなと。はいっていう感じで、以上4つ私が今までやってきたこと、今もやってること、勉強法でした。もちろん中学校高校のその文法とか単語っていうのはもう中学校高校で学んだものを基礎を
ちゃんと頭に入ってるようにしていれば、今私が言っていたようなことを続けてたら、上手になっていくんじゃないかなと思います。私も完璧じゃないからもう全然偉そうなことは言えないけれど、これが私のやっていることです。参考になったかな。なんで私がここまでずっと英語と一緒にいられたかっていうと、もちろんもう英語がとっても好きでとっても楽しくて、こんな言い方もできるんだとか、本当にもう楽しいでずっとやってきてるので、とにかく楽しむことを大事にしてほしいです。もし今、いや私そんな前からやってないよっていう方がいても、言語は何歳からでも習得できると思います。だって私の友達40歳を超えてから4カ国語を習得した。もうゼロの状態から。それを聞いたら私も頑張ろうって思えたし、皆さんにもそう思ってもらえたらとっても嬉しいなと思います。いっぱい喋った。コーヒーがなくなったので、I'm gonna get some cocoa from Starbucks, I think. ということで、このくらいかな。本当に大丈夫かな。これで誰かのモチベーションになったり、誰かのちょっと背中を押せたりできたら嬉しいなと思います。でまた何かリクエストがあれば、私なりにそういう動画も作ってみようかなと思うので、ぜひ教えてください。ということで、I hope you liked it. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye. ずっとね正座をしていたからね、もう足がしびれ